こんにちは、カンナです。今回の動画は語学学校に通いながらフリーランスとして働く私の留学生活の Vlog です。働きながら留学って聞こえは自由やし、私もそれができてよかったってめっちゃ思ってるんですけど、実際は想像以上にバタバタでした。そんな1週間のリアルをお届けします。先にお伝えしておくのですが、キラキラ留学生っぽい瞬間は金曜日の夜にしか出てきませんので、あしからず。普通にいつもの生活にカメラ回してみたら超絶地味でした。見た目は地味でも私的にはかなり大変な1週間だったので、頑張ってんねんなという温かいお気持ちで見守ってくださると嬉しいです。まずは月曜日8時半頃に家を出て学校に向かいます。最近は YouTube でリスニングしながら歩いています。The potato was so hot that it burned my mouth. The potato was so hot that it burned my mouth. この日の授業は MBTA のテストページを英語で見て回答していこうという内容で楽しかったです。私ずっと ENTP だったんですけど、今日初めて INTP が出ました。外交的に見られるし、実際そうなんですけど、一人でぼーっとする時間もめちゃくちゃ大好きなタイプなんですよね。授業はそんな感じでフリートークで進む時もあれば、教科書に沿って進む時もあるって感じで、本当に日によってまちまちです。In English, do you know moist? 8時45分から12時で授業が終わったらすぐに家に帰ります。とりあえず簡単にお昼ご飯食べます。ここに私の調味料とか食材とかが雑に入れられてます。お昼ご飯といってもただパンに蜂蜜をかけて食べるだけなんですけど、授業は3時間しかないけど、慣れない頭の使い方をしてるからか、お昼の時間はどうしても疲れてしまっているので、ご飯を作って食べるっていうのはほとんどできないんですよね。月曜日は原則8時間仕事をすることにしているので、休憩1時間挟んでだいたい14時から23時くらいで働くことにしています。それまでのほんの少しの間に授業の復習をしたりしなかったり、今日は比較的元気だったので復習しておきます。授業中に出てきた知らない単語や表現をメモしておいて、それをチャット GPT に非別で打ち込みます。そうすると簡単な解説や例文を出してくれるので、単語単体でただ暗記するより理解が進みやすくておすすめです。発音がわからない単語は Google 翻訳で正しい発音を聞いておくようにします。さあ、ここから怒涛の仕事タイムです。トグルトラックというアプリで仕事にかかる時間をいつも記録しています。今のメインの仕事は広告運用の仕事です。会社員時代は営業しかしたことなかったんですけど、YouTube で動画制作の経験があったことがきっかけとなってご縁があり、1年半ほど携わらせてもらっています。ミーティングとミーティングの合間の1時間でシャワーとご飯作りを終わらせてきました。前髪だけ簡単に巻いて次のミーティングに控えます。ご飯はただ野菜と豚肉を炒めただけのものです。お米を先に入れておかずを上に乗せるべきやのに時間がなくてもう急ぎすぎて順番が逆になってるっていうね。初日から本当に生えなすぎてやばいんですけど、これがリアルです。なんならちゃんと食べてるだけマシやと思ってます。カナダ来る前は他のお仕事もしてたんですけど、仕事しすぎて留学生活楽しめなかったら意味ないなと思って辞めてきたんですよね。減らした上でもこれだけバタバタしてるんやから、あの時辞めることを決めてほんまに良かったなと思ってます。もちろんその分収入は減ったんですけど、人生はトレードオフですからね。お金より優先すべきことがあると思って今は割り切ることにしました。でもカナダで時差も発生しているのにわざわざミーティングの時間を調整してもらえるなんてもう本当にありがたい環境だなって毎日思ってます。業務委託なのでいつ契約終了になってもおかしくないのに、私の勝手な都合に合わせてもらえて本当に感謝しかないので、業務は正直かなり難しいところもあるんですけど、なんとか踏ん張って取り組んでいます。お疲れ様です。お願いします。てな感じで休む間もなく休憩の1時間が終わり、残りの仕事再開です。22時半、無事に業務終了。いや、仕事自体は全然終わってなくて、終わりっていうものがないんだけど、やるべきことは終えられたので、今日はもう寝ます。おやすみなさい。火曜日、毎日眠いと思いながらなんとか投稿してます。徒歩圏内なのに甘えんなって感じですね。今日習ったことはこんな感じ。
今日は13時半からクラスの韓国人オンリーとランチに行く約束をしたので、それまで学校のロビーで仕事をしながら待つことにしました。午後の授業もあるんですけど、私は多分キャパ的に無理やと判断して申し込みをしなかったんですよね。めっちゃ正解でした。 오사카 성도 갔고 나라도 갔었고. 나라 그거 봤어요? 사슴. 안 무서워요? 안 무섭던데요? 진짜 저 무서운데? 왜요? 사람 공격해요? 공격은 거의 안 하는데 그냥 오는 게 저는 무서워요. 그냥 강아지가 좀 무서운 편이고 그리고 이렇게 돼 있잖아요. 네네네. 그게 좀 위험하잖아요. 맞아요. 그래서 저 무서운데 그 외국 사람들이 진짜 많이 가잖아요. 네. こうやって改めて動画で見ると、私の韓国語もまだまだやなってめっちゃ思わされました。はい、そして帰宅後、夜はまた数時間だけ仕事します。金曜日以外は基本毎日仕事してます。私ずっと動いてられるタイプでは全くないので、ぼーっとする時間なくずっと何かしてるのは、私の中では結構相当頑張ってます。水曜日、朝ごはんはお昼と大体同じで、毎日ヨーグルトとパンを食べることが多いです。たまにご飯チンしてふりかけとかお茶漬けする時もあるんですけど、最近はバタつきすぎてお米を炊くことすら忘れて、あんま食べれてないって感じです。パンはもともと結構安いのにさらに割引になってたりするので、お財布に優しくてつい買っちゃうんですけど、小麦ばっかり摂取してるのはどうなんやろなっていつも思っちゃいます。今日は早めに準備ができたので、家を出るまでの15分ほどの時間で昨日できてなかった授業の復習をします。本当はもっと英語の勉強に時間を割きたいんですけど、全然それどころじゃなくて、いつも隙間時間だけでやってしまってます。勉強も仕事も全部中途半端になってるなっていう自覚があって、それで毎日モヤモヤしてるんですけど、まだ1ヶ月目なので、もう少ししたらこの日常にもなれるかなと信じて今は踏ん張ってます。日記も送れる日もありつつ、なんだかんだ毎日かけてます。授業と仕事だけじゃなくて、ほんのちょっとのプラスアルファなことも日記にかけるぐらいの余裕作りたいな。I keep saying simple as present. It is present perfect, but it's in the past, right? Sometimes we use this. This is the part that I said you will not learn if you just take a photo. 今日もなんとか授業を終えて帰ってきたんですけど、もうめちゃくちゃ眠かった。まだ水曜日なのにすでに疲労が溜まってるみたい。帰宅後2時間ほど昼寝をしてしまった。今日は仕事はもちろんなんですけど、明日のプレゼンの準備をしないといけないから、一旦脳をリフレッシュする必要があったっていうことで仕方なしとします。木曜日、昨日いっぱい準備したプレゼン、練習通りにうまく話せたはず。毎週自分の国について紹介するプレゼンなんですけど、今週のテーマはアルコールでした。帰り道に前に歩いてたワンコのお尻がプリップリで可愛くてついがみ。仕事してたんですけど、なんかめちゃくちゃ寒気がやばくてウルトラライトダウン着てました。普通に体調良くなかったので仕事早めに切り上げさせてもらいました。金曜日、ついに来た花金。こっちの金曜日は日本の土曜日なので基本仕事はないのです。嬉しい。授業ではこんな感じでよく海外ドラマのワンシーンを先生が見せてくれたりします。字幕があっても何のこっちゃさっぱりなこともよくあってもどかしい。でもこういうので楽しみながら英語を浴びるのもいいですよね。授業後はスーパーに寄り道します。お花もいっぱい売ってていつも吸い込まれてしまう。綺麗ね。割引されてるパンのコーナーを物色。50% オフの中からしか買わない鉄則です。ちょっとした菓子パンとかマフィンとかも結構安くて糖分補給要員としてたまに買ってます。あと毎日食べてるヨーグルト、味付きで 100g あたり 0.7 ドルだから比較的安い気がします。今週糖分不足をめちゃ感じたのでオレンジジュースも買うことにします。 1.5 リットルで 3.75 ドルだから日本よりはちょっと高いかな。今日はこれだけ買って一旦帰宅します。その後思う存分お昼寝した後は飲みに行きます。平日やとマジで金曜日ぐらいしか何も考えずに遊ぶっていうのができないので、ここぞとばかりに街へ繰り出します。留学生御用達の激安バーでハッピータイムのバーガーとビールです。はい、土曜日。
お昼までダラダラ寝まして、ようやく布団から脱しました。パスタでも食べることにします。最近カツオだし混ぜて和風パスタするのにハマってます。28で留学来て思うことは、やっぱりね、どうせ来るんやったらちょっとでも若いうちに来た方がいいかなってことですね。いやだって学校にいる子たちも20代前半までがほとんどで、その子たちと楽しく遊ぼうと思うとやっぱり年齢は近い方がいいなって思いました。私も大学で留学してた時はそんなこと全然思わなかったんですけど、今は一人の時間が大切やし、ずっとワイワイ外で遊ぶとかももうできなくて、だから周りの友達の温度感についていくためにも留学生のボリュームゾーンの年齢のうちに行っておくのが一番楽しいと思います。とはいえ28で来たのもそれはそれで学生の時になかった視点で過ごせるからいいところももちろんあるし、まあ一長一短ではあるかなと思います。午後は図書館で溜まってた復習をすることにしました。放っておいたらつい部屋にこもってしまうで不精な私なので、徒歩圏内にあれこれ出向く場所があるのは助かります。一人でいたいけどリフレッシュもしたいってなったら、こういう静かな場所に来てゆっくり過ごすのもありなんやな。分かってはいるけど部屋にこもっちゃうんですよね。こんな感じで1週間の復習テストも全部 AI 頼りです。8問しか正解してないのに9問正解とか言ってくるあたり、情報の信頼度は若干気になるけど、眠いなと思って出てきたけど、いざ来たら結構集中できて、気づいたら閉館時間になってました。日曜日、この日は SNS で連絡くださったバンクーバーでワーホリ中の方とランチをしに行きます。今日はカツ定食を食べます。美味しそうすぎる。てか美味しかった。いただきます。すごいチーズ。すごい。入ってない方。もうほぼチーズなんだが。肉は入っています。もう帰国の日も決めてるんですよね。はい。 8月って言ってました。8月ですね。7月の末に仕事辞めて、はい。トロント行ってバンク行って、トロント先行くんですか？バンク行ってトロント行って。そしてカフェでお茶もしました。特に脱サラしてからですが SNS を通して素敵な出会いがありすぎたので発信しててよかったなって思ってます。概要欄にインスタのリンク貼ってるので気軽にフォローしてください。ラベンダーラテ毒々しい色やったけどめっちゃ美味しかった。これ家でも飲む方法ないんかな。そんなこんなで忙しすぎる1週間が終わりました。自分で決めたことだから体を壊さない程度に頑張ります。チャンネル登録をしてこれからの留学生活もぜひ見守ってくださると嬉しいです。皆さんの高評価やコメントが活力になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。